皆さんごきげんよう、上川かおるです。今回取り上げる話題は、前回に引き続き、日本国内において日本をいかにして弱らせていこうか、弱体化、衰退化させていくかを目指している人たちについてご紹介しようと思います。今回ご紹介する人物は島田正彦氏。この人物を今回ご紹介する理由というのは、暗殺事件が良かったねと発言したことから、どのような考えを持っているかご紹介しようと思います。つい最近の出来事なのですが、日本国内においては、岸田首相に対するテロ事件が発生しました。この事件においては、爆発物がすぐそばまで投げ込まれるといった出来事があり、場合によっては岸田首相やその周辺の人物が死傷する可能性が十分ありました。不幸中の幸いで、犯行を行った人物は爆発物の製作に長けた人物ではなかったために、投げ込まれた鉄パイプ爆弾は周囲の人間を死傷させることはありませんでした。しかし、このようなテロ事件が発生した際に、テロに対してどのような考えを持っているか、それぞれ人によってその考え方にかなりの違いが出ることが明らかになります。その中にはテロを礼賛し、賛同し、支持する人たちもいるといったことを忘れてはなりません。そして、今回ご紹介する島田正彦氏は、今回の事件ではなく、その前、安倍元総理を暗殺するといった事件が発生したのですが、このことについて振り返って発言を行いました。それは、暗殺事件以後、統一教会との問題が自民党の間にはあり、大いに話題になった。にもかかわらず、リベラル派勢力の人たちは選挙で勝つことがなかなかできず、不満を募らせていた。そのような事情を振り返って考えると、安倍元総理が暗殺されたことが良かったといったような発言を行ったのです。このような発言を行う人物が現状テレビや新聞雑誌など様々な媒体で取り上げられ、その発言が広げられている今の日本の現状についての解説を行っていこうと思います。それではどのような発言をしていたか見ていきましょう。今回の問題の人物は島田正彦氏、小説家で法政大学国際文化部教授です。安倍元総理のテロ暗殺事件についての発言。この後動画を紹介します。動画の中で彼は、今まで何ら一矢報いることができなかったリベラル市民として言えば、せめて暗殺が成功してよかったなと、それしか言えないよ、と発言しました。島田氏の発言は、彼のお仲間たちと集まっての話の中で出てきたものです。ですから動画を紹介する前にどのような人物が同席しているかもご紹介しましょう。白井聡氏、政治学者。京都精華大学准教授。この方は自民党政権に対する批判を熱心にされている方で、インターネット上では2020年、松任谷由実さんが安倍元総理辞任についてコメントした際、以下の発言で炎上した人物です。白井氏の発言。荒井由実のまま溶接すべきだったね。本当に醜態を晒すより、早く死んだ方がいいと思いますよ。ご本人の名誉のために。溶接というのは、年が若いうちに死ぬこと、若死にを意味します。松任谷由実さんのことを荒井由実と呼んでいるのは、これは結婚する前の姓が荒井だったからです。ユーミンは作曲家の松任谷正隆さんと結婚しました。なお、白井氏はこの発言をした後、ネット上で炎上しましたが、京都精華大学は彼をクビにはしていません。もう一人その場にいた人物もご紹介します。青木治氏活動家。今回の島田氏の発言を受けて同席していた彼の反応はこちら。歯を見せる形で笑っています。さて、それでは動画をご紹介しましょう。まあ、それこそ、こんなこと言うとまた、貧縮買うかもしれないけど、今まで、何ら一矢報いることができなかった、リベラル市民として言えばね、まあ、せめて、暗殺が成功してよかったなと。もう、それしか言えないよ、もう。まあそうですよね。紹介した場面は公開されている動画のごく一部に過ぎません。ですから全部を見たいなという方向けに動画説明欄にリンクを貼っておくので、ぜひともそちらをご覧ください。そして一部抜粋しているだけなので全体がわからないよという人向けにネット上ではどのようにこの問題発言が取り上げられているかもご紹介します。暗殺が成功してよかった。作家島田正彦氏が暴言。山口4区補選は坊主丸儲け持論が物議。作家の島田正彦氏が自身の動画チャンネル内での配信で暗殺が成功してよかったと発言。ネット上で波紋が広がっている。問題となっているのは島田氏と政治学者の白井聡氏が行っている有料動画配信チャンネルエアレボリューションで
4月14日に配信された動画。この日はゲストに青木治氏を迎えており、動画は翌日に YouTube チャンネルに無料パートが公開されていた。その中で島田氏は、統一教会の問題について言及し、カルトとの癒着、言うなれば統一教会の体質を自民党もそっくりそのままコピーした状態でね、言うなれば一連卓上みたいな感じで、これまでもやってきたと指摘。また、協力した議員の名前もはっきり出てるんだけども、なるだけ目立たないようにすることによって、傷は負ったにしても、傷の影響っていうものを随分抑えることには成功したっていう感じですよね。選挙の投票率の低さっていうのも、結局は自民党に有利に働くと、持論を展開していた。さらに島田氏は、じゃあどうするのかっていうと、こんなことを言うとまた顰蹙を買うかもしれないけど、今まで何ら一矢報いることができなかったリベラル市民として言えばね、せめて暗殺が成功してよかったのと、それしか言えないと発言。これを聞いた青木治ら氏らは、笑顔を見せたり、そうですよね、といった賛同の声を上げていた。島田氏は、この暗殺による被害者側の立場に立ってっていうかな、そのアピールもかなりなしてしまった感が否めないですけどね、と発言。安倍元首相の死去に伴う衆院山口4区補欠選挙についても言及し、亡くなった安倍元首相の魂を受け継ぎ、みたいなことを言ってるわけじゃないですか。その辺の弔い合戦に持ち込んだのがなんか、ちょっと坊主丸儲けした感じが否めないと指摘していた。島田氏のこの一連の発言に、ネット上からは、完全にテロ容認。いくら言論の自由と言ってもこれはひどい。テロを称賛するのがリベラル派？暗殺を笑う奴は信用できない。といった批判の声が殺到している。皆さんは島田氏の発言を聞いてどのように思われたでしょうか？少なくともこの人物はテロが良くないなどといったまず第一に言うべきことを一切言わずに暗殺が成功して良かったと言っていることは間違いない事実です。しかもそれは誰かに歪曲されたものではなく彼自身が口にしたことであることは動画から見れば明らかです。ですからこの発言に問題があるなと思われた方はぜひとも該当の動画においてYouTube の規約に基づく違反行為として通報をよろしくお願いします。この場合だとテロを容認した発言であることからテロの助長といったものが通報理由として当てはまる可能性があります。そして彼が暗殺成功して良かったなと言っている理由というのが自民党が統一教会問題とあってそれでもなお選挙になかなか負けないいわゆるリベラル派の勢力立憲民主党であるとか、れいわ新選組などが選挙で大勝ちして政権が取れないことを不満に思っているといったことからテロがあって政治上の目の上の単行部みたいな人物が取り除かれてよかったよかったねと彼らは思っているわけです。そのようなことを思っているからこそ同席している人物は彼の発言に対して賛同したり笑顔を見せたりしているわけです。しかも動画を公開しているということはこのような問題発言をしていることを自覚してはいません。むしろ島田氏はこの動画を見てねとツイッターなどで広報しています。その際に彼がつけたコメントというのが暴力装置としての国家を監視すべきメディアが国家と一丸となって民を抑圧するようでは私たちの居場所はさらに狭まるというコメントをつけてこの問題発言の動画を広報しています。メディアと政治権力が結託して国民の意見を抑えつけているといったようなことを述べているわけですが、彼自身はそのような圧力を全く受けていないようで、暗殺が成功してよかったなといった動画を堂々と公開しているわけです。一体どこから圧力がかかっているのでしょうか？非常に矛盾した発言だと思います。そしてこのような発言をしている人物が大学教授という立場にあるにもかかわらず、大学側はこのような問題発言について特に何ら反応は起こしていません。批判があればそれに対応する形で何らかの意見表明はするかもしれませんが、結局のところ無茶苦茶な発言であったとしても、大学教授という座が安泰というのもこれまた問題なわけです。結局このような人物がいわゆる社会的地位のある職業についていることもまた日本にとっては非常に大きな問題だと言えるでしょう。そして島田氏は自称リベラルといって同じような思想信条を持つ人物たちを集めて今回の話をしているわけですが、彼らの大きな問題点は自民党に問題があるといった話から、じゃあそれに伴って国民向けにこれからの政治をどう良くしていこうかといった話で、いわゆる選挙による政権交代を目指すのではなく、政権側の自分たちにとって標的となる人物を、命を奪うことを一つ良いこととして捉えている面があります。
そもそも選挙において彼らが支持を広げられない理由というのはそのような誰か邪魔者を消しさえすればいいんだみたいな非常に極端な考え方が賛同を集めない理由だと思います。国会において例えば立憲民主党などは自民党政権に対する批判を繰り返す中で上げ足取りであったりスキャンダルを追及したりであってなかなか政権を任せて良いと思えるような政治活動をしていません。邪魔をするだけの政党であればそれ以上の価値がないのは明らかです。そのために自民党には問題があるんだけど自民党以上にゴミの集まりみたいな形になって国民の支持率が現在のところ4% から 5% 程度にしか過ぎないのです。日本においては政治に問題があるのであればその問題について批判しそれに賛同する人たちを集めて選挙によって少しずつでも状況を変えていくという成功法が確保されている状態です。決して軍事政権が支配していて何か政権批判をしたらすぐにでも強制収容所に送り込まれて一切物が言えないなんていう世界ではありません。まともな政治批判ができないような人物を社会的地位の高いような職につけておくのも問題ですし、それらの人たちを積極的にテレビや新聞などに引っ張ってきて彼らの主張といったものを伝えるのもこれまた日本の報道機関の大きな問題だと私は思います。皆さん今回の話を聞かれてどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。まったねー。